この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回はダメなシワの描き方ということで、よくある質問の中に、シワがどうやってもうまく描けません。どうやったらシワがいい感じに描けるのか教えてください。というのがあります。確かにキャラクターを描くときは、着ている衣装がうまく描けるとすごく見栄えがしますし、キャラクターが生き生きして見えるので、シワをうまく描けるようになりたいというのは当然の思いだと思います。でね、今回はシワについて解説していくんですが、僕はいつも言っています。うまく描きたい方法を知りたかったら、逆にどうしたら下手な絵、ダメな絵になってしまうのかを知って、その逆のことをすればいい。なので今回もですね、最初にこういうシワを描くとあまりいい絵には見えないよというシワの例を紹介して、そしてそれをどうやったら解決できるのか、どうしたらうまいシワが描けるようになるのかを解説していきたいと思います。ぜひぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。記号的すぎるシワ。はい。まずはね、顔を描いていきます。シワの描き方なので、シワだけ解説していってもいいんですが、キャラクターがちゃんと描かれていないと、良いシワなのか、ダメなシワなのか、そもそもね、判断に困りますので、まずは下準備。しっかりとやっていきますね。はい。こんな感じです。そしたら、ここから、ダメな例を紹介していきます。僕が思う、ダメなシワの描き方はですね、こんな感じです。まず、肩のラインを描いて、で、裾がちょっと広がっているような感じにしよう。で、襟を描いていって、でね、手前の腕を描いていこうかな。こんな風に。そして、布の柔らかさを表現したいからな。ここにシワつけとこうっと。漫画とかでね、こういうシワ見たし、こんな風にね、つけていこう。よしよし。で、反対側の腕も描いていこうかな。ここにもね、シワを描いてと。で、胸も描いて、で、胸を描いたら、その下には当然シワがあるよな。こんな風に。で、裾は腕と同じように末広がりっぽくして、で、座ってるポーズだからな。お腹の部分にはいっぱいシワを描いとこう。あとは、まだなんか白い部分があるから、そこにもう寂しいからシワを描いちゃおうかな。こんな風に。さっこんな感じかな。で、足を描いていって、で、ズボンも布のたゆみとかありそうだから、この辺に適当にシャシャシャーって描いておけば、それっぽくなるかな。よーし、大体できたぞ。じゃあ、全体的に色を塗ってと。よし完成はい。こんな感じで描いていったシワなんですが、ブブーこれはね、あんまり良くないというか、かっこいいシワにはなりにくいですよね。あえてね、やぼったさを強調したいようなシワにしたい場合には、こういう描き方を選択的にすることはあるんですが、見栄えを良くしたい場合には、今のような描き方をやっちゃうと、よく見えません。じゃあ、どんな描き方をすれば、かっこいいシワが描けるようになるのか、というと、こうです。まずですね、服のシワをかっこよく描くためには、第一に服の中身、体を描いてあげることが効果的です。どこにどんなシワができるのかって、体つきやポーズにすごく影響される部分が大きいので、それを無視してね、いい感じのシワを描くのはちょっと難しいです。ただね、別にそんなにしっかりと体を描く必要ってありません。このぐらいの体つきで、こういうポーズをとっているなっていうのが、あくまでね、自分で把握できれば十分です。細かい部分を描いていく必要は全くないですよ。必要に応じてグレーで塗ってみてもいいでしょう。グレーで塗ると塊が意識しやすくなりますから、服を描いていく時の想像力の助けに一役買ってくれるはずだと思います。はい、こんな感じですね。はい、そしたらですね、この今描いた体を透かしながら服を描いていきます。一応考えるポイントはあるんですが、それはね、後で解説しますので、まずは描いているところをご覧ください。襟を描いて、そしてその後で右腕の服のシワに着手しております。体のラインがうっすらとね、見えているので、体に服を着せていくようなイメージでラインを決めていきますね。袖の断面を腕の周りに描いたら、その裾から肩に伸びるシワをスーッと描いていきます。次に背中ですが、背中の布は体勢がね、前かがみなので、体に密着してなくて、背中に若干空間があるといいですね。はい。そしてね、裾を描くときには、断面もうっすら描いてあげて、回り込み
を意識してあげると立体感が生まれると思います。胸の頂点には布が密着しつつ、その他の部分、お腹とかには空間を作りますね。結構 T シャツはですね、あまり曲線的に描いていくというよりかは、直線を意識して描いていった方が清潔感のあるように見えることが多いと思います。なのでね、まずはあんまり細かいシワを意識せずに、スッとね、シンプルなラインで描いていった方がかっこよくなりやすいと思います。この辺はですね、布の質感とか分厚さによって直線的なのか曲線的なのか選んでいくといいと思います。薄い布の方が直線的に描いた方が感じが出ると思いますね。はい。奥の腕の布を描いて、右肩からお腹に向けてまっすぐなシワを描きます。次に足ですね。足についてはぴったりとしたジーンズをイメージしていますので、太ももの部分にはそこまでシワを描かずに、足の付け根の部分に深いシワができているイメージです。全体的に色を塗って、はい、これで完成です。はい。でですね、今シワを描いていく過程をご覧いただきましたが、一体何を考えながら描いていたのかあまり分かんなかったと思うので、それをできた絵を見ながら解説していこうと思うんですが、以前にもお伝えしました。服のシワの基本、覚えていますでしょうか？シワは大きく分けて3種類のシワがあります。引っ張りじわ、畳みじわ、たゆみじわです。このシワの種類とどこにどんなシワができるのかを想像しながら描くことで、服のシワはうまく描くことができます。例えばこのイラスト、女の子の体のラインを見てみると、肩と胸が出っ張っている部分ですから、布に接するのはその部分ですよね。その出っ張っている部分には布が引っ張られますから、右腕の裾に伸びているこのシワとか、あとは肩からお腹に伸びているこのシワとか、この辺りはね、引っ張りじわです。ちょっと細かいですが、ジーンズの縫い目から出ている細かい線も、これも引っ張りじわですね。で、次が畳じわ、あるいは重なりじわとも言いますが、布が折りたたまるようにしてできたシワもありますね。このイラストには少なめですが、例えば奥の脇の部分にできているシワなんかは畳じわです。そして厳密に言うと手前の腕の脇の部分、両サイドの線もね、畳じわということができると思います。あとは足の付け根の部分にできているこのシワも畳じわですね。そして最後にたゆみじわです。これはこのイラストに関しては少なめですが、あえて言うならこの襟の下の部分、この襟と胸の間のラインは布がたゆんでできたラインなので、たゆみじわということができると思います。中の体のラインをまずは描いて、そしてその体に着せるようにこの3種類のシワを意識しながら描いていくことで、服のシワはうまく描くことができます。とりわけね、引っ張りじわを強く意識するとダイナミックでかっこいいシワを表現することができるでしょう。平行なシワ、重複するシワでですね、次に僕があんまりかっこよくないなって感じるシワについてお伝えしていきたいと思います。こういうシワを描くとちょっとダサめに見えるなっていうようなシワです。かっこよく描く場合には避けるシワ、逆にね、ちょっとダサい表現にしたい時には意識的に取り入れるようなシワですね。一番最初に描いたダメなシワの例が僕にとってそのダメな例に当てはまるので、さっきのイラストを見ながらどこがどうダメだと感じるのか解説していこうと思います。例えばね、こんなシワです。平行に2つ重なっているようなシワ。こういうのはですね、なんとなくやぼったく見えてしまうので、作画する場合には意識して避けるようにしがちです。多分ね、実際の写真を見ると、こういうシワもついている場合もあると思うんですが、そこは絵的なかっこよさを優先して、あえて嘘をついてね、2つ重なっている部分を排除するという選択をする場合があります。はい。でね、今のはシワのラインの話でしたが、輪郭線についても同じようなことが言えると思います。このように輪郭線に同じような出っ張りが重複しているような場合には、これも意図的に避けることが多いですね。どうしても重ねたい場合には、どちらか一方を大きい膨らみにして、もう一方を少し小さくして、同じ形が重複しているような印象を緩和するようにします。さっきの例も同じなんですが、同じものが何度も重なっていると、それだけね、やぼったくて、くどく見えてしまう場合が多いので、より洗練されたかっこいい印象を作りたい場合には繰り返しを避けるのが効果的です。で、最後は多すぎるシワです。シワが多いとですね、ちょっとね、汚い感じに見えます。洗ってなさそうな服っていうか、ちょっとね、臭そうに見えちゃうんですよね。なんとなくこうだらしなさそうなニュアンスが強調されちゃうんです。
この絵だとね、この背中のシワだったり、あとはこのお腹のシワだったり、あとは腕のシワもかなり過剰に書き込まれているんですよね。人によってはね、まっさらで何も書かれていない面積があると、どうしてもそこを埋めたくなってしまう衝動が抑えきれなくなる場合があると思うんですが、シワがないという部分は逆を言うと布がパンと張ってる状態を描いているわけです。そのパンと張っている部分とシワがついてたゆんでいる部分の差が生まれた方が絵的には面白かったりするので、ここにはシワがないという部分をあえて意識的に作ってあげるとメリハリが生まれて良い仕上がりになる場合が多いですね。細かすぎるシワ。そして最後、ここからは色を塗っていくとき、影を塗っていくときに気をつける部分について解説していきます。僕がね、あまり良くないと感じるシワの描き方は、こんな感じですね。今描いたシワの線があるじゃないですか。こういう細いシワを何本も何本も描いていくような、こういう描き方は、ブブー。残念ながらあまりかっこよく見えません。というかね、これをやるぐらいだったら、線で十分なんですね。だって、線はもうすでに描いてある部分に同じような情報を影で足していっているだけですから、言葉に例えるならね、ダブルミーニング。これによってちょっとくどい印象の絵になってしまうんですね。じゃあどうやって考えたらいいのかというと、これも何度かお伝えしているので、この時点でピンときた人もいると思います。そうです。大きな面を意識して影をつけていきます。まずはね、細かい影は考えません。例えば、胸から下はがっつり下を向いている面になりますから、胸から下を思い切って影をガッと落としていきます。脇の下に関しても思い切って暗くしてしまって問題ないでしょう。同じく袖に関しても影面は全部大きな面積で暗くしていってしまいます。服の裾から見える影も下半身に落としてあげつつ、足は円柱なので下の面を大胆に暗くしていってあげましょう。ほら、かなり大胆に影面にしてしまいましたが、もうこれだけですごく立体感が生まれましたよね。これがベースになります。シンプルな絵柄の場合はね、もうこのまま完成にしてしまってもいいですし、もうちょっと布の起伏を繊細に表現したいなっていう場合には、今の影色よりももう一段階薄い影を重ねて、このように細かいシワや服の起伏などを書き込んであげると、さらに細やかに質感を表現することができると思います。はい、完成です。いかがでしょうか？シワって言われるとね、どうしてもシワを一生懸命シュ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 って線を何度も重ねたり、本数を重ねて描いていくようなイメージがあるかもしれませんが、あまりにもね、シワを描こうとしてしまうと、ちょっとね、ダサめな、くどくどした絵になってしまいがちです。もちろん、それを狙って絵作りをする場合もあるんですが、その効果を狙っていない場合には、意図しない格好悪さが出てしまう場合があります。なので、そんな時には、体の構造を考えながら、主に引っ張りシワを強く意識しつつ、シワをシンプルに描いてあげること。そしてなおかつ、シワに影をつける場合には、細かい影をたくさんつけるのではなく、大きな面を意識して大胆に影を塗っていくこと。以上の点を意識してシワを描いてあげると、とてもかっこいいシワを描けるようになると思います。ぜひ、今日紹介したシワの描き方、取り入れてみてはいかがでしょうか。以上が今日僕が伝えたかったシワの描き方でした。いかがだったでしょうか。また今回の講座で解説した引っ張りじわ、畳じわ、たゆみじわに関しては、もうちょっと細かい基本的な考え方を説明した動画もあります。こちらの動画、誰でも簡単、服のシワをうまく描く方法では、ワイシャツのように薄い生地、パーカーのように厚手の生地、そしてフリルのようにフリフリした生地の場合のシワの描き方を、基礎的な考え方をベースに解説しております。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。Ladies and gentlemen, thank you for waiting long.Finally, the ebook English version of Fastest Way to Improve Illustration is available. This book is a skills I have gained over the 20 years. I have been a professional illustrator. I'm using the method described here within a short period of 3 months. I was able to change from the genre I have been drawing and I have been able to become a character illustrator. It's easy to understand how to do it point by point, and there are also QR code links for easy access to videos that can help you practice, so you can gain the knowledge essentially and improve your drawing quickly.
Your friend might be surprised if your drawing suddenly improves. It also contains many of my actual practice sketches. Many people have tried this method in Japan and have achieved real results. There are also a number of interviews with some of these people, asking them specifically about the changes they had made and the difficulties they had faced. The methods in this book are definitely not easy. In fact, it may be a painful method that frustrates most people. But that's why it works well. Wouldn't you be interested? The price is 2,200 yen. That's roughly 16 US dollars. You can buy it here on the booth's website. Press the top right button to select English. Of course, you can also be purchased from abroad, not only Japan. You need to register a Pixiv ID to make a purchase. But don't worry, Pixiv ID is free to register. Payment can be made by PayPal or credit card. The PDF can be downloaded immediately after your purchase. If you are interested in this book, you put the link in the description below the videos so you can check it out. If you want to use the skills of your art to achieve your dream, this book will surely help you. Let me help you to your dreams come true. ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。